こんにちは、OK ジャパニーズです。このポッドキャストは日本語を自然に話します。友達が話しているストーリー、お話を聞くようなポッドキャストです。今日はですね、実は外に来ています。今2月ですが、とっても暖かいんですね。今日はもう22度。気温が22度まで上がりましたよ。春ですね。春を感じます。嬉しいな。このねポッドキャストは、家の中で撮ることが多いです。家の中でいつも撮影しています。だけどやっとね外に出ることができました。外の方がいいよっていうね方もいますよね。外のビデオはなんかいいな、そう思う人もいますよね。コメントで時々書いてあります。今日はねフリートークです。雑談をします。この前ね、横浜に行きました。この前は横浜の山下公園に行きました。皆さん行ったことがありますか？僕はね横浜が大好きなんですよ。東京に住んでいますが、よく横浜に行きます。もう月に何回ぐらい行くかな。もう月に10回行ってるかもしれませんね。もう横浜に住んだ方がいいかもしれない。そう思ってます。僕の好きな場所はみなとみらい、山下公園、海の見える丘公園かな。いろんなね自然の近くにね観光地があります。だからね東京のコンクリートジャングルをコンクリートジャングルから逃げて、自然を感じたいときは、横浜によく行きます。それでねその日は僕はもうお休み、もう絶対今日はお休みだって決めたんですね。もう何にもしないぞと決めたんです。なぜならねもう最近あれですよ、パソコンを見すぎてる。ずっとですけどね、僕は YouTube の編集もしていますし、Instagram もしていますから、もうねネット中毒、インターネット中毒でございます。だからもう画面を見ない。そのために山下公園に行きました。その日はお休みだったから、休日だったから他の人もたくさんいましたね。で僕は芝生を見つけて、こういう、緑のね寝転がれるところに見つけて、そこに寝転がりました。気持ちよかったですね。風を感じて、ゆっくりと空を眺める。そこでねいろんな人が歩いています。お散歩している人もたくさんいるんですよ。特にね犬の散歩をしている人もいます。犬をね連れて歩いてるんですけどね、そこで犬と犬がね知り合うねえ、かわいいですね。ワンちゃんかわいいね、かわいいねワンちゃんなんてね言いながらこうコミュニケーションをしているのを見ると心がね温かくなりますね。
他にもねいろんな人がいますよ。カップルがいます。愛し合う2人ね。山下公園にはベンチがたくさんあるんですよ。もうベンチがね10個20個30個たくさん並んでいます。そのベンチはね海の方に向いて置いてあるので、そこに座ると海を眺めながらロマンチックな、時間を過ごすことができるんです。デートにね来る人がたくさんいますよ。デートスポットです。東京からもいる、神奈川県からも行く。海を眺めながら愛をささやき合って、好きだよ好きだよなんてね、付き合おうなんてね、そんなことを言ってる人もいるかもしれません。はい、それでね、他にも老夫婦、老人、老人の2人、長い間人生一緒に歩いてきた2人がね、ゆっくりこう歩いていく姿を見て、きっと近くに住んでいるんでしょうね。そんな2人の歴史を感じながら、2人で一緒に年を取るというのは素晴らしいことですね。とってもラッキーなことですね。2人一緒に過ごせるというのは、そんなことも考えながら、また子供が走ってるのを見ながら、子供がこけてわーって泣くんですよ。バタンって子供が走ってバタンってこけて泣いている。それを見ている親がいる。親は笑ってね、しょうがないな、大丈夫大丈夫って言って持ち上げる。新しい家族、まだ日本も人口をね増やしてくれてありがとう。日本の人口は減っていますから、少しずつ減っています。だけどそうやって子供を見ると希望が見えますね。希望を感じますよ。はい、ということでね、そんな人を眺めながら僕はね一人で空を眺め、寝転がっておりました。はい、僕はね音楽も聴いていましたよ。そしてですね、その後僕はカフェに行きましたよ。タリーズコーヒー、皆さんご存知ですか？日本にはいろいろなカフェがあります。有名なチェーン店はねたくさんあります。やはり有名なのはスターバックス、そしてタリーズコーヒー、そしてドトールコーヒー、少し安いですね。ドトールコーヒー、あとサンマルクカフェというのもあります。サンマルクカフェも少し安くてパンが有名です。チョコクロワッサンというのがあるんですよ。小さいクロワッサンなんですけども、これがね美味しい、有名、甘い、安い、うまい、そういうねカフェもあります。そしてもう少し価格が上がるとコーヒー缶は図書館の缶、コーヒー缶というのもあります。これはコーヒー1杯650円700円ぐらいするかな。だけど少し落ち着いています。大人が多いイメージかな。60歳70歳の方もよく見る。もともと大人の憩いの場、大人がくつろぐ場所、そんな場所だったんじゃないかな。最近は若い人も増えているようです。僕もね時々行きます。なぜならそこにはねインターネット Wi-Fi もあるし、電源もありますからね。そこでちょっと仕事しちゃったりして、パソコン開いちゃったりして、そんな人も歓迎しているような雰囲気があります。あとはもう少し価格がそれぐらいの価格だと米田コーヒー、僕の地元名古屋の米田コーヒーですね。
これはね、とてもいい。椅子が広いんですよ。ゆっくりくつろぐことができる。ふかふかのソファーに美味しいフード、アイスクリームや、トーストやサンドイッチ、そしてコーヒーもあって、これもコーヒー650円ぐらいかな。そこにもね、作業をしている人がたくさんいます。仕事をしている人、勉強している人もいるかな。多いですよ。だからね、最近カフェが作業場になってることが多いですよね。みんなリモートワークとか外で働いたり、外で勉強したい、そういう時に、カフェを使う人が増えていると思います。スターバックスもね、場所によってはほとんど作業場、ワーキングプレイスみたいになってますよ。そしてですね、安くて、有名なのあともう一個あります。ベローチェです。ここはコーヒー300円ぐらいかな。安いですよね。ここのコーヒーゼリーが美味しいですよ。コーヒーゼリーにアイスクリームが乗っているんですよ。でアイスクリームがね、甘すぎない。そしてコーヒーの苦味、コーヒーゼリーの苦味、口の中で、いいバランスなんですよ。これはね、400円ぐらいかな。おすすめです。はい。でそれで僕はタリーズコーヒーに行きました。でそこでね、少し休んだんですけど、ちょっと仕事をしなければいけない、パソコンをしなければいけない、だからね、ちょっとパソコンをしました。で少しだけやるつもりだったんですけど、結局ちょっと長くやっちゃいましたね。2時間ぐらいやって終わろうと思ったんですけど、3時間ぐらいやっちゃいました。はい。だからドリンクはもう2つ頼みました。なんか多分ね、僕の中では90分ぐらい、90分から2時間ぐらいドリンク1個はじゃないかなと思います。2時間以上に行ったらもう1個頼んだ方がいいんじゃないかな。最近はね、90分までですっていうところも多いです。ずっといる人もいますからね。それだとお店も困るから、時間制限があって90分、2時間まで、そういうお店がたくさんありますからね。はい。で僕はもう途中でお腹が減ってたんですよ。お腹が減った。でもこの仕事をここまで終わらせたい仕事を終わらせよう。キリがいいところまで、ちょうどいいところで終わらせたい。よし、これでキリがいいな、よし終わり、そういうふうに、終わらせたかったんですね。そしたらもう夜になっちゃいました。で何が食べたかったというと、餃子です。水餃子が食べたかったんですよ。横浜にはね、有名な中華街があります。中国の料理がたくさんある場所、チャイナタウンですね。そこにね、美味しいお店がたくさんあるんですよ。で僕は地元の人が行くようなお店を探しました。観光客じゃない、観光客のたくさんいるお店は高くてあまり美味しくないことが多いですね。値段より美味しくない、値段の割に美味しくない、そういう場所が多いです。だから僕はたくさん検索して見つけました。だからそこに行きたかったんですよ。だからもうお腹ペコペコで行きました。中華街のメインのね、門があるんですが、大きな門がありますが、そこを通ってどんどん歩いていく。だんだん人が少なくなってきて、狭い道にね入るんです。ここを曲がるのか、
この道曲がるのかな、そんな道を曲がって入るんですよ。そしてお店にね着きました。そしてドアを開けるとお店の人がいないんです。あれ、いないな。でお店はねもうなんか家みたいな感じ、人の家みたいなお店です。物もねちょっと散らかっているし、物もたくさんあって、段ボールも見えるし、綺麗とは言えません。でもねそういうお店が僕は好きなんです。なぜなら心が落ち着くからです。緊張しなくていい。そういうのを庶民的と言いますね。庶民。僕は普通の民普通の民、お金持ちじゃない民、庶民と言いますが、そういう庶民的なお店ですねが大好き。そしたらお店の人が来て、いらっしゃい、ね、で僕はまだやってますか、まだ空いてますかって言ったら、全然やってますよ、どうぞどうぞ、はい、いらっしゃいませ、お姉さんといっても僕より若いかな。そのね接客もねなんかフレンドリーなのかな、ロボットじゃない感じ。フランチャイズの店はちょっとロボットみたいな人が、ね、多いですよね。いらっしゃいませ、どちらになさいますか、かしこまりました、少々お待ちください、4番でお待ちします、お次の方をお待たせいたしました、みたいなマニュアルがありますよね。でもそういうお店はマニュアルなんてありませんから、もうその人が人間として接客をしてくれる、そういう場所ですね。で僕はいい店だと思って、そこにはね BGM も流れていないんです。お客さんは 3,4 席に3人ぐらい座ってました、ね、ただ食べている、話し声も聞こえる、カチャカチャカチャと食器の音が聞こえて、匂いも中華のいい匂いがするんですよ、ね、おすすめですいい店。そしてねバイトの男の子たちももうお店のスタッフ同士で喋ってるんですよ。あれどこあったの、どこ行った、これどこ、そうそうここだよとか言ってね、もうフレンドリー、本当に家のよう。そして僕は水餃子を注文して、あとはルーローハンというお肉とご飯の丼を注文しました。そしたらねなんか店の出る扉の方からルーローハンを持ってきた女性が60歳ぐらいの店員さんかな。はい、持ってきたよルーローハンって言って持ってきて、どこから来たんですか思ったんですけど、でもそれが美味しいルーローハンに美味しい水餃子を食べることができました。だから多分そのお店の、隣にもう一個お店があって、同じ人がやっているお店、同じ人が作っているお店なんですよね。なのでそっち側のお店で料理を作ってこっちのお店に持ってくる、そういうシステムだったみたいです。はい。そして僕はもうお腹いっぱい満足、ということでお店を出ました。はい。そんなね僕の横浜での一日でした。今日も聞いてくれてありがとうございます。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。